皆様こんにちは。今回はミラー型ドラレコを1年間使ってみて思ったミラー型ドラレコのメリットデメリットをご紹介したいと思います。おそらくこの動画を見てる人はミラー型ドラレコに興味あるけどまだ実際に使ったことない人がほとんどだと思います。そういう人のためにミラー型ドラレコを買ってから後悔しないために知っておきたいメリットやデメリットをお伝えします。まずそもそもミラー型ドラレコってなんやねんという話なんですけど、簡単に説明すると、車の後ろにつけたカメラの映像をルームミラーのところに取り付けたモニターに表示されることで、鏡のルームミラーの代わりになって後ろが見えるようになり、ドラレコとしても使えるので事故や当て逃げの瞬間も記録できるものです。ミラー型ドラレコが出始めたのはほんと数年前だと思いますが、出た当初はタクシーに多かったんですが、ここ最近は普通車でも使っている人増えてきています。まずメリットから紹介すると、カメラで撮影した映像をそのままモニターに表示するので、これまでの鏡では映らなかった広範囲を映すことができるようになります。これまでの昭和からある鏡だとこれぐらいしか映らなかったのが、デジタルミラーになることでここまで見えるようになります。デジタルミラーによっては車のほぼ真横まで映るので、車のサイドミラーから視覚がなくなるのと、後部座席に人が乗ってたり、キャンプとか引っ越しで荷物がトランクに大量にあったとしても関係なく後ろが確認できるようになります。これが一番のメリットだと思います。またバックカメラは一度固定すると剥がさない限りその画角の映像をずっと映し続けるので、取り付けの時にしっかりと自分の見やすい画角に調整してあげると、取り付けてからの調整が一切不要になります。鏡のミラーだと運転手が変わるたびに運転前にミラーの見え方の調整をする必要ありましたが、デジタルだと見え方は固定されるので、家族で共有して車乗ってる人だと毎回ミラーの角度調整する手間がなくなるので、それだけでストレスがかなり減りますね。これまでの鏡のルームミラーだと少し首を動かさないとミラーが見にくいことあったと思いますが、デジタルミラーだとそんなことなくて、普通の鏡だと後ろが全く見えない自分の顔しか映らない位置にモニターを固定できるので、めちゃくちゃ見やすくなります。普通の鏡で後ろを見るにはこんな感じの向きにしないとダメですが、デジタルミラーであればこんな感じで自分の一番見やすいところでミラーの向きや角度を調整できるので、首を動かさずに少し目線をずらせば後ろの状況がわかるようになるので、毎日の運転がかなり楽になります。これが結構便利ですね。またこれまでの鏡だとよくあるのが、後ろの車のハイビームやトラックのヘッドライトがルームミラーに反射して眩しいとかも鏡じゃなくなるので、それも物理的になくなります。後ろの車が眩しいとわざわざ運転中にミラーの角度を下げたりするのが面倒なので、それがないだけでかなりストレス減ると思います。さらに鏡からデジタルミラーになることで、肉眼よりも夜の状況を把握しやすくなります。どのドラレコを買うかにもよりますが、最新のソニーのセンサーを使っているような性能がいい機種を買えば、肉眼だと暗すぎて見にくい状況でも機械的に明るくしてくれて、その明るくなった映像をモニターに表示するので、夜の暗すぎて肉眼では見にくい状態でも後方が把握しやすくなります。ミラー型ドラレコのメリットをまとめると、鏡のルームミラーと比べて圧倒的に広範囲を見れるようになって、視覚もだいぶ減って夜も肉眼よりも見えるようになるので、快適かつ安全に運転できるようになります。これがデジタルミラー型ドラレコのメリットですね。あと皆さんが気になるのが夜の撮影の性能かなと思います。これはもう完全にどのドラレコを買うかによって見え方は変わります。ほとんどの方があまり考えずに、とりあえず日本のケンウントとか有名な日本メーカーのものを買っておけば大丈夫やろうと思ってはるんですが、これ実は中華製や海外メーカーの方がミラー型ドラレコに関しては日本よりも圧倒的に性能はいいです。今僕が使っているのは MaxWin というメーカーのものになりますが、夜の映像はこんな感じで、ミラーに映る映像も HDR 機能という白飛びを抑えてくれる機能とソニーのセンサーのおかげで比較的夜も綺麗に見えます。こちらの前に使っていたモデルはコムテックの ZDR038。こちらは価格 .com で2023年9月現在3位の人気のドラレコで、そちらの映像がこちら。画質に関してはまあ同じぐらい綺麗です。どちらのドラレコでも普通に街中とか街灯がある明るいところであれば夜でも全く問題なく後ろ見えます。街灯ゼロの真っ暗なところだと機械的に明るさを強制的に上げてるので、ちょっとザラザラした感じにはなりますが、それでも鏡の肉眼で見るよりも全体が明るく見えるので視認性はいいですね。僕が使っている MaxWin のドラレコの場合は FPS のチートみたいな感じで、人やバイク、車などに反応してカメラに映ったものを緑や紫の枠で強調表示してくれるので、暗くても安心して運転できます。こういった便利機能のおかげで、個人的にミラー型ドラレコは一度使ったら昭和からある鏡には戻れなくなるぐらいおすすめなんですが、やはりデメリットもありまして、それは天気が悪い時。ほとんどのミラー型ドラレコのバックカメラは室内側の窓に貼り付ける
タイプなので、カメラに直接水がかかって見えにくくなることないですが、カメラを貼り付けてるガラスに水滴がついてしまうと映像が滲んで見えるので正直見にくいです。リアワイパー使えば全くもって問題ないですが、ワイパーがないと正直見にくいと思います。ただ最近ダイソーとかで窓ガラスに貼り付けてそこだけ撥水させるシートが100円で売ってるので、それをカメラのところに貼れば雨の日でも後ろが見えやすいと思います。ただ一番確実なのがリアワイパー使うことなので、リアワイパーあった方がいいですね。ただワイパーがあっても夜の真っ暗な状態の大雨、これは正直後ろ見にくいです。雨が強すぎるといくらワイパーしても追いつかないので、一回東名高速走ってる時にいきなり大雨降ってきて、その時に後ろの映像が滲んで後ろの車との距離感がつかみづらかったことあります。カメラに映った映像も滲んでいて、そこに後続車のヘッドライトが当たって映像が全体的に白くぼやけるような感じになったので、大雨の時はちょっとしんどいですね。昔ながらの鏡でも大雨ならそもそも見えにくいので仕方ない感じもしますが、夜の街灯ゼロの大雨だと正直きついと思った方がいいです。今販売されているミラー型ドラレコの一部にはこういう感じでボタン一つで昔ながらの鏡に戻せる機能もあるので、めったにないと思いますが、夜の大雨の時を考えて普通の鏡に一瞬で切り替えれるドラレコを買うのがいいかもです。それ以外のデメリットとしては、純正ミラーに被せるタイプのミラー型ドラレコだとモニターの重さで純正ミラーの角度が少しずつずれてしまうことがあります。前に使ってたコムテックの被せるタイプはそこまで気にならなかったですが、 YouTube のコメントでずっと使ってると純正ミラーの土台が劣化して緩むようになって、運転中の振動で調整した角度から少しずつ下がってくることあるそうです。まだ被せるタイプだと配線や後付け感がめっちゃ出るので見た目が気になる方もいると思います。最近では今言ったデメリットをなくせるように元から付いてる純正のミラーを丸ごと外して交換するタイプも出てきています。また一部のミラー型ドラレコはモニターとカメラが一体型になっているタイプもありまして、その場合だとルームミラー型モニターを動かすとカメラも同時にずれてしまうので、せっかく調整したカメラの画角も変わります。また事故の衝撃でルームミラーが動いて、そのせいで事故の肝心な映像が見切れてたなんてこともあります。カメラ一体型のタイプだと最近の車に多い運転支援用のカメラとかセンサーに干渉して取り付けても綺麗にフロントの映像が撮影できないこともあります。こういうこともあって最近ではフロントカメラだけ別で取り付けるタイプが増えてきてるので、これからドラレコを買う方はフロントカメラ単品で貼り付けるタイプを買った方がいいと思います。あとこれがミラー型ドラレコの一番のデメリットなんですが、後続車との距離が慣れるまではつかみにくいところです。これは慣れたら大丈夫なんですが、つけてから数日は後続車との距離感が鏡と全然違うので慣れるまでは不安だと思います。ただメーカーもその問題点について認識しているので、映像をズームすることで後続車との距離感をつかみやすいように調整することもできますね。デジタルミラーに慣れたら鏡よりも圧倒的に楽なので早めに導入して慣れた方がいいと思います。多分そのうち新車は全てデジタルミラーとバックカメラが標準装備になるぐらい便利なやつです。知らんけどこれだけ便利なので Amazon 見てると結構大量にミラー型ドラレコ売ってます。先ほども言ったんですけど、ある程度性能が良くてレビューもいいものを買わないと画質悪いとか夜の映像が白飛びして見えにくくてストレスになります。安いものなら1万円、高いのなら10万円ぐらいします。そこに取り付け工賃が2万円以上かかってきます。Amazon 見てるとめっちゃ安いのもありますが、果たしてそれが本当にいいのか僕が使ってないので何とも言えないんですけど、もし買うならレビューをしっかりと読んで桜チェッカーとか使ってレビューが桜じゃないか確認してから買うことをお勧めします。多分皆さん知らないと思いますが、 Facebook でグループ集めて LINE グループに誘導して、そこで商品を無料でもらえて、そのレビューを書けば数千円の謝礼ももらえて、さらにメルカリでそのもらった商品を売ってお金にする錬金術もあるので、世の中にあるレビュー、特に Amazon の中華製品を簡単に信じずに桜チェッカーとか使って果たしてレビューが信頼できるのか確認した方がいいですね。ちなみに僕が出している動画に関しては実際に自分で買って使ってみて忖度なしにいいものはいい、悪いものはゴミという感じであまり気にせず正直にレビューしているので、基本的に間違いなくいいものだけ紹介するスタイルでやってますので、ぜひ他の動画も見てもらえたらなと思います。一応僕がこれまでに買ってきたミラー型ドラレコの詳細を動画の下にある概要欄に貼り付けておくので、値段とか他の方のレビューとか気になった方はリンク先から確認してもらえたらなと思います。もちろんレビュー動画もありますので合わせて見てもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらの
のチャンネルでは鈴木のスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。